こんにちは、ミッキーです。今回は函館完全攻略見どころ16選です。北海道の南端に位置する函館は、江戸末期に開港した歴史を持つ国際色豊かな港町。海と山に囲まれた地形が生み出す景観の美しさに加えて、古くから交易の拠点として栄え、多彩な文化が入り混じる街並みが今も残されています。函館駅を中心に広がる市街地では、活気あふれる朝市やご当地グルメを味わえる食堂が旅行客を迎えます。そして市電やロープウェイに乗れば、函館山から世界的に知られる夜景を望むことができます。そんな歴史、文化、自然、食の全てを凝縮した街、函館をぜひこの機会にご堪能ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、今回の旅では空路ではなくて陸路で移動。もちろん飛行機でも移動できますけれども、新幹線でも迎えるのが函館の魅力です。今回は東京駅から新函館北斗駅まで指定席料金合計で24,000円程度で伺っています。東京駅から新函館北斗駅へ向かう北海道新幹線は2016年3月に開業。東京からの所要時間はおよそ4時間で、途中で東北新幹線と接続し、盛岡より北では青函トンネルを経由して津軽海峡を越えていきます。そんな青函トンネルは全長 53.85km、 世界最長級の海底トンネルとしても知られていまして、鉄道が通る唯一の海底区間を高速で駆け抜けるのがこの路線の大きな魅力です。またご覧のように新函館北斗駅に到着した後は、函館市内へのアクセスとして JR 函館本線の快速函館ライナーが接続。新函館北斗駅から函館駅までも所要時間は約20分になっていまして、乗り換えがスムーズに行えるようにダイヤも調整されています。そんな背景もありまして、観光客の方にとって利用しやすいルートとも言えそうです。新幹線では最高時速 260km で運転され、車内では無料 Wi-Fi や電源コンセントも整備されていまして、長距離の移動も快適に過ごすことができます。到着後はまず函館駅前に広がる函館朝市からご堪能。戦後間もない1945年頃に市民の生活市場として始まったのがこちら函館朝市。現在では約250もの店舗や露店が並び、年間150万人以上の観光客が訪れる函館を代表する観光スポットとなっています。特に観光客にとって見逃せない体験がご覧のようなカツイカの釣り堀。いけすから釣り上げられたばかりのイカをその場で調理して刺身として味わうことができまして、新鮮さを直接体験することができます。そしてそんなカツイカを堪能できるのが名物カツイカ踊り丼を提供していますこちら一家庭旅路。詳しいグルメ情報については別の動画でもご紹介します。続いてご紹介しますのは金森赤レンガ倉庫。ここからは先ほどの函館駅から金森赤レンガ倉庫に向かっていく様子とともにお届けします。金森赤レンガ倉庫は函館港に面して立つ歴史的建造物群です。その始まりは明治2年1870年に遡ります。当時の貿易拠点として函館に倉庫を建設したのが起源。外国との交易が盛んになっていた函館港で輸入品や輸出品を保管するための施設として重要な役割を果たしました。実は当初は木造倉庫。ただ幾度かの大火を経験した函館では防火性の高い建物が求められました。その結果、明治42年1909年以降にレンガ造りの倉庫群が整備されまして、現在の姿へとつながっています。ご覧のようにこの金森赤レンガ倉庫に溶け込んだようなスターバックスコーヒーの店舗もありましたので、こちらでひとときを過ごすのもいいかもしれません。赤レンガという素材は耐火性が高く、港町の安全を守る目的もありました。さて、そんな金森赤レンガ倉庫の壁は厚さ40cmを超える堅牢なレンガ造り。
北海道の厳しい冬にも耐えうる構造となっています。屋根には三角形の切り妻屋根が採用され、雪の多い季節でも積雪が落ちやすい設計がなされています。現在の走行群は4棟の建物を中心に構成。今映していますのは観光客に高い人気を集めています函館オルゴール堂。ホテルに本店を持つオルゴール専門店の系列で、館内には数千点に及ぶオルゴールが展示販売されています。クラシック音楽やポップス、アニメソングまで幅広い楽曲を収録した製品が揃い、函館限定のデザインも多く用意されています。店内では函館出身のアーティストグレイさんの音楽が収録されたオルゴールも販売されていました。他にも自分で曲を選んで組み合わせるカスタマイズ体験も可能で、訪れる人は音楽と工芸を融合させた文化に触れることもできるようでした。そんな歴史的建築物の中で音色に包まれる体験は金森赤レンガ倉庫ならではの魅力かもしれません。さて、そんな金森赤レンガ倉庫、他にもベイ函館、金森ホール、函館ヒストリープラザ、そしてこちら金森洋物館といった施設に用途分けされていまして、商業施設やイベントホール、展示スペースとして再利用されています。ベイ函館では雑貨店やカフェ、レストランが軒を連ね、北海道各地のクラフト製品やお土産を購入することができます。そんな観光客にとってもショッピングスポットとして欠かせない存在。別途グルメ動画の方でもご紹介していきますけれども、ここでお土産を購入するのも個人的にはおすすめです。他には函館ヒストリープラザというところで函館の開港と交易の歴史を紹介する展示もありましたし、ビアホールの併設もありました。そんなビアホールでは北海道産の食材を使った料理や地ビールを楽しむこともできるようだったので、例えば夕飯の時にそちらに訪れるのもいいかもしれません。また金森赤レンガ倉庫は昼と夜で全く異なった顔を見せます。昼間は観光客で賑わい、ショッピングを楽しむ人は多いんですけれども、夜になりますと倉庫群がライトアップされまして、港の水面に赤レンガの壁が映り込む幻想的な景色が広がります。特に冬季にはイルミネーションイベントが行われますので、これからの季節はまたさらに楽しみです。さて、ここからはそんな赤レンガ倉庫の近くにあります函館西鳩場のご紹介。こちらももともと交番倉庫として使われていました建物をリノベーションし、現在は観光客に人気のショッピングスポットとしても親しまれています。北海道を代表するブランドやお土産の店が並んでいまして、特に海産物や乳製品、菓子など地域の物産品も充実しているようです。また西鳩場の一角には函館近海で採れた新鮮な魚介を提供する飲食店も入っていまして、観光の合間に食事や休憩ができる環境も整っています。また建物の外に出ますと、ご覧のような函館湾を望む散策路が広がっていまして、ベイエリアならではの開放的な景観を楽しむこともできます。さて、こちらは赤い靴の少女キミちゃんの像。こちらは童話赤い靴に登場する少女キミちゃんをモチーフとした像。童謡が有名なんですけれども、大正時代に作られた童謡にちなんで日本各地に像が建てられているんですけれども、函館の像は港町らしい雰囲気の中で訪れる人を迎えています。そしてこちらはラッキーピエロ。こちらもグルメ編で別途ご紹介しますけれども、函館市民に愛されるご当地ファストフードチェーンのラッキーピエロ。代表メニューのチャイニーズチキンバーガーなど様々なオリジナル料理を提供していますので、こちらもご堪能いただきたいです。さて、ここからは少しずつ港から離れていきながらその魅力をお届けします。こちらは元町の坂。函館の元町エリアには港を見下ろす美しい坂道が数多く存在します。代表的な八幡坂は一直線に海へと伸びる眺望が人気で、函館を象徴する風景の一つとして知られています。石畳風に整備された道の両脇には明治から大正期にかけて建てられた洋風建築や教会が並び、異国情緒を感じさせます。特に夜には坂の先に函館湾の明かりが広がり、日中とは違った幻想的な景観を楽しむことができます。そんな坂を登った先にありますのがこちら、函館ハリストス正教会。日本初のロシア正教会として1870年代に建てられたこちらの正教会。白い壁と緑の屋根、玉ねぎ型のドームを持つビザンティン様式の建築が特徴で、ガンガン寺の愛称でも親しまれています。すぐ近くにあります元町教会も注目。こちらはまたゴシック様式の塔やステンドグラスが特徴的です。そんな教会からさらに歩きますと、こちらは元町公園。
元町公園は函館市の開港記念館や旧函館公会堂に隣接する歴史的エリアにあります。この場所はかつて函館奉行所が置かれた由緒ある地位、開港都市としての歴史を感じられるスポットになっています。展望スペースからは函館湾やベイエリアを一望できますので、ぜひ一息ついていただきたいです。その近くにありますのがこちら、旧函館区公会堂。1910年に完成しています。明治40年の大火によって市街地の多くが焼失した後、函館の有力商人相馬鉄平の寄付金によって建設が実現しました。入館料は一般料金で300円ととても安いので、ぜひとも中も入ってみてほしいです。地域社会の復興を象徴する建物であり、明治から大正期にかけての函館の繁栄を今に伝えています。この公会堂は木造2階建ての洋風建築で、左右対称の外観に大きなバルコニーを備えています。外壁はグレーの下見板張りといいます板の定規がお互いに少しずつ重なり合うような設計。屋根はブルーグレーに塗られていまして、白い縁取りが施された明るい色調が特徴的です。建築様式はイギリス風を基調にしつつ、和洋折衷の要素を取り入れながら港町函館らしいような独自の衣装を形作っています。また貴賓室には格調高い装飾が施されていまして、1922年には皇太子時代の昭和天皇が宿泊された記録も残っています。その他にも国内外の要人を迎える迎賓館としての役割を果たしながら、国際都市函館の象徴的な施設となっていました。昭和49年には国の重要文化財に指定され、修復工事も進められてきたとのことです。直近では2018年から2021年にかけて大規模修理が行われ、外観や内部の衣装が創建当時の姿に近い形で復元されています。さて、こちらは最大1200人を収容できる大広間。舞踏会や演奏会、公演など多様な用途で利用されてきたとのことです。先ほどの補修工事の中では耐震補強も加えられ、安全性を確保しながら後世に残すための取り組みが実施されています。そしてこの公会堂からは函館の港町を一望できますので、ぜひその景観も楽しんでみてほしいです。昼間は洋風建築と青空が調和した明快な姿を見せ、夕暮れ時には港に沈む夕日を背景に幻想的な風景を眺めることができます。函館の近代史を物語る建物であると同時に、今もなお地域社会に息づく文化拠点、単なる観光スポットではなくて、歴史、文化、そして市民生活を結びつける象徴として位置づけられています。さて、そんな坂道を乗り越えますと、こちらは函館山ロープウェイの様子。函館山ロープウェイは山頂と市街地を結ぶ観光交通手段として1964年に開業しました。全長はおよそ800メートル。山麓駅から山頂駅までは約3分で到着します。往復で1800円のロープウェイ。最大125人を収容できる大型ゴンドラが運行していまして、混雑期でも効率よく観光客を山頂へ運ぶことができます。運行区間は函館市街と港を一望する絶景スポットで、特に夜景鑑賞を目的とする旅行客にとっては欠かせないような交通手段です。ゴンドラは全面ガラス張りになっていまして、上昇するにつれて街並みが広がり、徐々に港の形や建物の明かりが姿を現します。車内からの眺望だけでも観光体験として十分な魅力を備えています。山麓駅は自然の十字街停留所から桃源内にありまして、アクセスの良さも観光拠点としての魅力です。駅構内には売店やカフェも併設されていますので、8時間も快適に過ごせるように整備されています。また冬季は雪景色を眼下に収めながら山頂に向かうことができまして、四季折々の風景が楽しめるのも特徴的です。春は新緑、夏は青空、秋は紅葉、そして冬の雪化粧と1年を通して異なる景観を味わうことができます。なお、ロープウェイは夜間も運行していまして、山頂からの夜景を楽しむ観光客で賑わいます。この日も夜景を望めるような日の入りのタイミングから訪れていまして、この後の函館山からは世界三大夜景に数えられる函館の眺めを手軽に体験できる手段として活用できました。さて、そんな夜景を望むために訪れましたのがこちら、函館山。函館山は標高334メートルの小高い山で、函館市街と港を見渡す展望地として全国的にも知られています。その地形は三方を海に囲まれた独特の裾野を持ち、山頂から望む市街の光が
海岸線を沿って弧を描く姿は100万ドルの夜景とも呼ばれています。山頂に整備されたこちらの展望台は昼夜は問わず多くの観光客が訪れます。特にこの日の入り前後の時間帯に関しましてはびっくりするぐらい混雑しますので、ある程度覚悟して訪れるのが良さそうです。場所取りに関しましては完全に先着順になっていますので、お手洗いを済ませた上で可能な限りベストなポジションを確保してみてほしいです。ご覧のように空が茜色に染まってやがて市街に明かりが灯るような移り変わりの瞬間はとても魅力的。ご覧のように天気が良かったりしますとその景色も抜群です。そんな函館山は歴史的にも重要な役割を果たしてきました。幕末期には外国船の監視のための砲台が設置され、第二次世界大戦中には要塞地帯として一般人の立ち入りが制限されていたとのことです。戦後になってご覧のような観光利用が進み、現在のような展望地として整備されたのは1950年代以降とのことです。そのため山内には当時の軍事施設跡も点在していまして、歴史を学ぶ場としても貴重な存在です。さてこちらは100万ドルの夜景の様子。昼間の様子も圧巻でしたけれども、やはり夜景はさらに抜群。こんな景色を写真に収めるためにこの日も2時間ぐらい待ってこの景色が望めたんですけれども、十分に待つ価値があったかなと思っています。ぜひその景観の美しさと歴史的な価値を感じながら日本を代表する観光地の一つとして楽しんでみてほしいです。さてここからは今回宿泊しました函館国際ホテルの様子をお届けします。函館国際ホテルは函館駅から徒歩約8分、ベイエリアにも近い利便性の高い立地にあるシティホテルです。冒頭でご紹介しました函館駅から先ほどご紹介しました金森赤レンガ倉庫に向かう途中にありますので、そういった立地の良さもとてもおすすめです。1972年に開業し、2018年には新館が完成。客室数はなんと300室を超え、函館を代表する大型ホテルとして知られています。今回宿泊しましたのはこちらのプレミアムツイン。函館国際ホテルのプレミアムツインはベイエリアを望む上層階に設けられた上質な客室。広さは30平方メートル前後で落ち着いた色調のインテリアが採用され、ゆったりとした滞在を演出しています。ベッドはセミダブルサイズを2台配し、加湿機能付き空気清浄機や大型テレビ、Wi-Fi 環境など快適性を重視した設備が整っています。また窓からは函館港や市街の夜景を望むことができまして、特に夜にはライトアップされたベイエリアの景観が旅の特別な思い出を彩ります。後で大浴場もご紹介しますけれども、浴室も使いやすい設計になっていました。さてこちらは函館国際ホテルのラウンジ。宿泊者に落ち着いた時間を提供する特別な空間になっていますので、もしタイミングが合えば、例えば夕暮れ時に利用していただくのが個人的にはおすすめです。大きな窓からはベイエリアの景観を一望でき、昼は海と街並みの広がりを、夜には美しい夜景を楽しむことができます。館内のデザインはシックで統一され、木材や柔らかな照明が織りなす雰囲気がゆったりとしたくつろぎを演出してくれます。一番ベーシックなプランとしましては、ホテルバープランというものがありまして、お好きなドリンク2杯をドリンクメニューから注文することができます。チーズとナッツの盛り合わせもついてきますので、ゆったりとバーの時間を過ごすことができます。この日はタイミングが良くて、たまたま無料で開放されている時間がありましたので、その時間帯で1杯ドリンクをいただきつつ楽しんでいます。また、客室のカテゴリーによって専用利用できる場合もあるとのことなので、プレミアムフロアの宿泊者の方は専用のラウンジアクセス特典がついていないかを確認するのもおすすめです。ご覧のように今回ご紹介している映像の中でも夕方の雰囲気から夜の雰囲気まで変わっていく様子もとても素敵なので、ぜひとも体験してほしいようなコーナーでした。さてここからは函館国際ホテルの大浴場をご紹介します。こちらは宿泊者専用の大浴場。2018年の新館完成に合わせて整備されたこの浴場はベイエリアを望む眺望が魅力的です。大きな窓からは函館港や行き交う船を見渡すことができまして、昼は開放的な港の景色を、夜はライトアップされた街並みを楽しみながら湯あみができます。浴場内は落ち着いた和モダンのデザインでまとめられていまして、旅の疲れを癒す静かな時間を提供しています。また洗い場ではダイソンのドライヤーが用意されていまして、速乾性が高く艶のある仕上がりを実現することもできます。またシャワーヘッドも複数種類用意されていましたので、この機会に様々なシャワーヘッドを試すこともできます。
さて、ここからは朝食会場の様子。函館国際ホテルの朝食は宿泊客から高い評価を受ける人気のサービスです。特に朝食バイキングは品数の豊富さと質の高さで知られていまして、旅行情報誌や観光メディアでもたびたびご紹介されています。空間も広々としていますので、待ち時間なく楽しむこともできますし、そもそも先ほどちらっと映していたんですけれども、予約をした上で訪れることができますので、ホテルの部屋の中で予約していただいて、待ち時間がやってくる頃に訪れるというのもいいのかもしれません。そんな朝食バイキングの最大の魅力は、函館ならではの海産物を使った料理。一方で、焼きたての干物や煮物、卵料理やベーコンなど、和洋問わずバランスの取れたメニューが揃っています。お肉をいただくこともできますし、パンコーナーではホテル内で焼き上げるクロワッサンやデニッシュの提供もあります。他にはデザートとしまして、北海道産の牛乳やヨーグルトを使用したスイーツも陳列。季節のフルーツやプリン、ケーキ類も豊富で、子供から大人まで満足できるような内容になっています。また、地元食材を取り入れた料理の数々は、単なる食事にとどまらず、地域の味を知る体験としての価値も持っています。なので、観光客にとっては、函館の食文化を効率よく味わえる場所でありまして、ビジネス利用の宿泊者にとっても充実した一日のスタートを切るための大切な時間ともなります。そして最大の魅力は、新鮮なイカやイクラ、ホタテをはじめとする海鮮類。セルフスタイルで海鮮丼を作れるコーナーが特に人気を集めています。ご自身でご飯の上に好みの具材を盛り付けることで、オリジナルの丼を作ることができます。こんな感じで盛り盛りに盛っていただいて、その海鮮の魅力を朝から堪能していただければと思います。函館の朝はここから始まると言っても過言ではないほど、多くの旅行者にとっての思い出の残る食体験を提供してくれます。続いては函館の市電の様子。函館市電は函館市内を巡る路面電車になっていまして、1913年に開業。現在は2系統が進行しておりまして、湯の川へと向かっていくルートだったりとか、函館駅前から元町五稜郭方面へと続くルートもあります。車両は昔ながらのクラシカルなデザインから最新の低床車両まで多様。レトロな雰囲気を味わえるのも魅力的です。観光客の方にとっては主要な観光スポットを効率よく巡る手段でありまして、運賃も一律料金で利用しやすい設定になっています。今回たまたま先ほどのホテルが函館駅と元町エリアの中央にあったので、あまり使うことはなく巡ることができたんですけども、逆に駅寄りだったりとか元町寄りのエリアに宿泊される方にとっては貴重な移動手段になるかなと思います。そして最後にご紹介しますのは五稜郭タワー。この五稜郭タワーは函館の歴史的名所五稜郭公園に隣接して立つ展望施設です。初代タワーは1964年に開業。その後2006年に高さ107メートルの現在のタワーへと建てられています。展望料金は一般価格で1200円。ただコンビニで事前チケットを購入していただくと少し安く購入することができますので、例えばセブンイレブン等で当日券を購入いただくと五稜郭タワー内のチケット販売の列になることがないですし、とてもお得な料金で時間を節約することができそうです。展望台は地上90メートルに位置し、ガラス張りの窓からは五稜郭の星型の城郭を一望できます。展望台には歴史展示スペースもありまして、築城の経緯や戦いの記録も学ぶことができます。さて、函館特集はここまで。アフタートークでは北海道全体について語っていければと思いますし、またグルメ特集に関しましては別の動画でご紹介していこうと思いますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。さて、今回の特集のラップアップ。今回、秘書の目的として夏に訪れてるんですけども、結構函館ですが暑かったです。とはいえ、東京から新幹線で気軽に移動できたというところですとか、観光地でありながら割とゆったりと過ごすことができましたので、とてもおすすめな場所なのかなと思いました。名探偵コナンの映画の舞台になったということもありまして、そういったモチーフの観光スポットもたくさんありましたし、特にグルメが充実していましたので、ここは例えば2泊3日の小旅行にもおすすめできるような場所なのかなと思いました。さて、ここからはアフタートーク。奥深すぎる北海道、あなたのおすすめはというテーマです。私自身はスノボの目的で北海道でいうと札幌に訪れたことが何回かありまして、他には小樽に行ったりとかしたことがあるんですけども、他はほとんど行ったことがありません。札幌近くで言いますと、今年訪れましたエスコンフィールド等もあるんですけれども、函館や札幌以外にも旭川の方ですとか富良野の方、稚内とか知床、
十勝、帯広、釧路、阿寒湖など様々な場所があるかと思います。それこそ桃鉄で何回か北海道の中をぐるっとして気になるところもあったんですけども、実際の情報は全く知りませんので、皆さんの方でもしおすすめな北海道の観光エリアだったりとかグルメエリアありましたらコメント欄の方で教えてください。以上、ミキでした。ありがとうございました。